今回は水彩色鉛筆を使って簡単に木を描く方法をご紹介します。まずは黄緑色の水彩色鉛筆で葉っぱの部分のシルエットを描いていきます。自分の目安にするだけなので薄くで大丈夫です。横に長い楕円形を描いておきましょう。その楕円形の中に葉っぱを描いていきます。色鉛筆を横に倒してギザギザギザと葉っぱの塊を描いていきます。で、塊と塊の間はちょっと離して白い部分を残すようにしておいてください。全部同じような塊の形になってしまうとちょっと不自然になってしまうので、なるべく同じような形にならないように少しずつ形を変えて葉っぱの塊を描いていきましょう。で、先ほどの楕円形からはみ出しても構いません。きっちり収まってしまうとちょっと不自然になるので、少し周りにも足してちょっとはみ出す感じで葉っぱを描いておきます。次に深緑色で影の部分を描いていきます。全体の形としては右下の方にちょっと影が多めにある感じに描いていきます。黄緑で描いた葉っぱの部分に下の方にちょっと重ねる感じで深緑色を入れていきます。この時もちょっとギザギザギザっと同じような感じに深緑色を入れて、左上の方はちょっと薄めで右下の方濃いめに影を入れておきます。で、さらに濃い深緑色、暗い深緑色で奥の方にある葉っぱを描いていきたいと思います。白く残した部分に少しだけ深緑色、暗い色を入れていきます。この時も全部白い部分を塗ってしまうのではなくて、白いところは少し残すようにして全部塗りつぶさないように注意してください。で、葉っぱの上にも少しだけ重ねておきましょう。ところどころちょっぴり暗い部分がある感じです。で、これぐらいになったら水で溶かしていくんですが、今回はスプレーを使って溶かしていきます。スプレーボトルに水を入れて、色鉛筆にかかってしまうと溶けてしまうのでちょっと避けておきましょう。で、スプレーで葉っぱの部分に水をかけていきます。全体がじわっとにじむぐらい水をかけたら、筆を縦にして上から叩くような感じにして溶かしていきます。で、この時筆をちょっと回転させながら上からトン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 と叩いていきましょう。筆先がボサボサに割れてくるので、これがちょうど葉っぱの感じになってちょうどいいと思います。上からトン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 と優しく叩いて、で、せっかく色が濃いところと薄いところを作ったので、あまりやりすぎると全部混ざってしまうので、ほどほどに混ざりすぎない程度に。で、少し周りにもはみ出すと葉っぱの感じが出ますので、ちょっと周りにもはみ出す感じにして叩いて、で、終わったら筆は必ずきれいに洗って水気を取って、穂先はちょっと整えておきましょう。筆は一回一回丁寧に穂先を整えてあげることで長持ちします。で、ほっといてもいいんですけど、ちょっと今回はあまりにじみすぎると困るので、ドライヤーで
乾かしてにじむのを止めてしまいます。ここで完全に乾かしてください。で、十分に乾いたら今度は幹と枝の部分を描いていきます。焦げ茶色で葉っぱの真ん中あたりの下の部分に幹を描いていきます。で、あまりまっすぐすぎてもちょっと不自然になってしまうので、ちょっと傾いてるぐらいでもいいと思います。で、太めの幹を描いたらそこからちょっと枝を伸ばしていきます。で、幹も全部まっすぐじゃなくってちょっと途中で曲がっていたり、色はあんまり濃くなりすぎないようにしてください。この後筆で水をつけて溶かしていきます。で、枝の角度もあまり同じようにならない感じで気をつけて、ちょっと違う部分から分かれていたり、細い枝があったり太い枝があったり何本か描いてみましょう。で、こんな感じでちょっとクロスしてると前の方の手前にある枝と奥にある枝っていう感じで、遠近感が少し出るかなと思うので、ちょっと角度を変えてクロスさせたりしてみましょう。で、これぐらい描けたら一旦筆で溶かしていきます。枝がちょっと細いので、先の尖った感じの筆を使いましょう。で、枝先が細いので細い方から太い方へ向かって、先から根元に向かって溶かす方が失敗は少ないかなと思います。幹の部分も上の方から溶かしていきます。で、ちょっと細かく縦にシュッシュッシュッと線を入れるような感じに溶かしていくと、少し木の肌の感じが出るかなと思います。で、下の方はちょっとぼかしておきます。で、残りの枝も溶かしておきましょう。ここでもう一度乾かします。で、完全に乾いたら今度はダークセピア、かなり濃い黒に近い焦げ茶色で幹に影を入れていきます。葉っぱのすぐ下の部分が影になっているので、葉っぱに近い部分を暗くしておきましょう。あとは一応左上の方から光が差しているという雰囲気なので、右側の方に影を入れておきます。幹の右側とちょっと付け根の枝分かれしている部分も少し暗くしておきましょう。で、枝も下の方と右の方に影を入れて、斜めになっている部分も下のところに影を入れましょう。で、葉っぱと葉っぱの間にもちょっと幹とか枝が見えているところがありますので、葉っぱを描いた時に白く残した部分に幹と枝を描き足していきます。ちょっと暗い色に濃い色にしたいので、水彩色鉛筆を直接水につけてちょっと先を溶かして描いていきたいと思います。で、白く抜いた部分と、あとは濃い深緑色で塗った部分ですね。そ
そこからちょっと見えている枝を描いていきます。で、最初に描いた下の方の幹とか枝からつながるようなイメージで細い枝先を描いていきましょう。白い部分から見えている枝先と、あとは色を濃く塗った部分、濃い深緑色の部分にもちょっと枝が見えるように描いておきます。で、だいたい描けたらもう少し明るい色の枝も足していきます。明るい方の焦げ茶で先ほど描いた枝にプラスしてもうちょっとだけ枝を足しておきましょう。ちょっと明るい葉っぱの部分にも枝が見えている感じに描いておきます。で、最後にはみ出したりちょっと絵の具が飛んだ部分は消しゴムできれいにして、でこれで完成です。いかがだったでしょうか。簡単に描けるのでぜひチャレンジしてみてください。この動画が楽しかったなという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。